はい、皆さんこんにちは。今日は、増え続けるマスキングテープの有効活用として、最近このようなデコ日記をつけ始めました。ここに、マスキングテープを素材として使えば、マスキングテープが、消費できるかなと思って、今回この素材帳というものを作ってみました。素材帳は、カバーの作り方と、はい、あと中ページの、作り方、そして、この最後のところには、パタパタ収納をつけてみました。はい、こちらページがね、どんどん増やせるんですけれども、それと、あと見出しと、あと背表紙の処理と、あと、ハトメをつけたり、キーホルダーを作ってつけるというような内容になっています。各チャプターもつけてますので、必要なところをぜひご覧になってください。マスキングテープは、こういうふうにもっとたくさんあるんですけれども、例えばこのページのなんかブルーが欲しいなと思うと、マスキングテープコーナーから青々と探すのもとても大変で、これをまた一回一回出すのも大変なので、こういう風に先に、貼ってしまって、ここから使っていってみようかなと思って、ちょっと試しで作ってみました。で、マステもですね、こういう普通のマステだったらいいんですけど、こういう風に柄がその、ロールになってますので、早くその部分が欲しい場合、困りますよね。そこだけ取るのが。例えば、お家のマステとかもそうなんですけど、こういうですね、ロール状になっているマスキングテープ状のシールは、この、早くこっちが欲しい、ここのシールが使いたい、ここを使ったらまたこう巻いてっていう、この手間がですね、かかるなと思ったので、もう先にとりあえず全種類を貼ってしまって、使いやすくしようかなと思ったのがそもそものきっかけです。はい。ページも余裕があるので、もっとたくさん貼っていこうと思います。で、この中はですね、こういうちっちゃい、フレークシール状にしたようなものとか、あと、1.5 センチのマステをさらに半分に切った 7.5 ミリ幅の、マステなんかも、使いやすいかなと思いまして、こういうところに貼ってるんですけれども、そういうものをいろいろ作って、ここの一冊にまとめていこうと思います。作り方は各チャプターをつけてますので、必要な箇所をぜひご覧になってください。はい。では、この後、作り方をご紹介していきます。はい。両面使えるクッキングシート。今回は横幅33センチのものを使います。皆さんお手持ちのクッキングシートのサイズ、作りやすいサイズで作ってみてください。はい。では、今回は B6 サイズぐらいの大きさにしようと思いますので、まず25センチのところでカットしました。はい。続いてこちらを、さらに半分に折ります。はい。で、こちらを折りましたら、カッターでカットして、はい。これで、それぞれ半分に折ります。はい。で、ここで重ねて、1、2、3、4ページできることになります。で、端を角丸プロの L サイズでカットします。はい。こちらでページができました。20ページ分作りますので、はい。これを5セット作っていきます。
はい。では、外カバーを作っていきます。今回はクラフトボードを使いました。13センチぐらいの横幅になりましたので、中身に合わせて、カバーは5ミリほど余裕を取りまして、13.5 センチのところに線を引いています。そしてカバーの厚みは、背拍子の厚みは1センチにしたかったので、1センチ取ってみました。はい、こちらはヘラで折り線をつけて、このように定規に当てて折っていきます。このカバーの作り方はシンプルで壊れにくいですし、簡単ですね。はい。で、今度高さですが、さらに中身のページより5ミリ、少し大きめにして17センチの高さのカバーにしています。こちらも、皆さんの、お好みのサイズで中身に合わせて、プラス5ミリほどで作られると少し余裕があっていいかもしれませんね。はい。では、中身をセットしていきます。はい。今回のクッキングシートがどうしても丸まってしまうんですが、この後マステを貼っていくと、この丸まりも軽減されますので、作るときちょっと作りにくいんですけれども、気にせず進めてください。はい。では、この角丸プロ L サイズで角を取っておきます。ちょっと硬いんですけど、このクラフトボードだと、角丸プロでも普通にカットできました。はい。では、この背拍子の内側1センチあるんですが、その中央ですね、5ミリ5ミリのところに鉛筆で線を引きました。で、ここに合わせて中身のページの中央を合わせていきます。今回中閉じ用のホッチキス、ダイソーさんに売られています。このように中に入り込む形で角度が変わるので、こういう中閉じ用にとっても便利ですね。はい。で、この折り目のところを先ほど鉛筆で引いた5ミリのところに合わせて、で、このようにクリップなどで留めます。ここをちょっとずれやすいので、ずれないようにしっかり留めていただきたいです。はい。反対側もちゃんと線の上に来るようにセットしてクリップで留めていきます。はい。4箇所留めるとずれずに固定できると思います。はい。で、このクリップを留めて、もう一度全体をチェックして、ちょっとたるみが出たり、ずれたりしてないかチェックして、これで閉じていきますね。で、今回私のサイズ感で、端から3センチのところがホッチキスの、外側の場所をチェックしてみました。ここにポイントを置いています。はい。そして、ホッチキス留めていきますね。はい。ゆっくりカチャンと押すと、すべてうまく通りました。これちょっとコツがいるんですけど、もしうまくいかなかったらやり直せばいいので大丈夫だと思います。はい。もう一つの道具ですね。多機能スケール中閉じールというものです。過去の動画にも紹介をしている動画があるんですけれども、はい、このように、ホッチキスの、留めるところに線が入っていて、こういうホッチキスをこのように開いて当てて上からグッと押します。はい。これで留めることができました。はい。中閉じるもすごく便利ですので、もしよろしければぜひご検討ください。はい。どちらかで作れると思います。はい。では、クリップを
外して、はい。ページがね、くるくる丸まっちゃうんですけど、これでページがセットできました。はい。それでは、早速、マステをここに貼っていきたいと思います。はい。このように、クリップで留めておくといいかなと思います。最初の1ページ目はですね、保護フィルムとして考えますので、このまま貼らずに2ページ目から貼っていこうと思います。はい。で、このように下敷きなどを挟んで、こちらダイソーさんに売っているマットなんですけれども、このマットと一緒にクリップで留めて、下のスケールが透けますのでね、そこに5センチずつ合わせてカットしていっています。長さはお好みで、決めてください。私は5センチでカットしてみました。はい。で、ページごとにマステの雰囲気を合わせています。ここは和風の柄のようなものを貼ってみました。貼るとページが割とまっすぐになって丸まりが軽減されますので、ちょっと貼るまでは丸まるんですけれども、どんどん貼っていくとページがまっすぐ伸びてくると思います。はい。こんな感じで、どんどん貼っていきますね。ではちょっと試作でね、作ってみたんですけれども、1.5 センチ幅のマスキングテープをこのように細いタイプに作り変えて、で、このクリアポケットに入れて、先ほどのマステ素材帳に収納していこうと思います。では、まずこのマステの作り方ですね。はい。で、こちらのマステは、どういう感じかって言いますと、デコ日記今こんな風になってるんですけど、またご紹介しますね。例えば、これを使ってみますね。ピンキングハサミで切ってる、ギザギザハサミでカットしたので、ギザギザになってます。こういう感じです。これぐらいの太さの方が使いやすいかなと思いましたので、作っていきたいと思います。はい。では、クッキングシート。で、長さはもうお好きにしてください。今、いろいろ作った余りがこれだけあるんですけれども。はい。で、今回はこの先ほどの色違いで貼っていきます。で、5ミリぐらい隙間を開けて、パッと貼ります。で、この貼るときにマスキングテープを引っ張りすぎると、クッキングシートとの間にちょっと空気が入っちゃうので、ぴったり貼るように、あまり引っ張りすぎないで貼ってください。はい。で、お好きな長さのところでカットします。で、反対側も5ミリほど開けてカットします。こういう感じです。で、両サイドに5ミリほどの空きを作っておくと、剥がすときに剥がしやすいです。はい。で、ピンキングハサミ。普通のハサミでもいいです。私はどうせ切るんだったら、ちょっとギザギザにしようという
考えですので、カッターで切っても大丈夫です。はい、こんな感じになります。そして、長さをお好きな長さでカットしていってください。長いのとか短いのを作っておくと使いやすいと思います。短いのと長いのと作っておきます。また使うときに短くすることもできますので、長めにカットしてた方がいいかもしれませんね。はい。で、こちらの、ポケットに入れていきます。クリアポケットの作り方も過去動画でご紹介してますので、ぜひご覧になってください。はい、こんな感じで色別に収納してみます。こういう柄は半分で切っちゃうとリボンが切れちゃったり、このリンゴが切れちゃったりってなるんですけれども、こういう柄とか、こういうストライプとか、こういう感じの水玉とかはですね、細いと細いなりにまた可愛い模様が出ますので、こういうのとかね。なので、細いのも結構使うかなと思います。はい。じゃあもう一つこれを。水玉とかストライプとかを、作っておくといいかもしれませんね。はい。こんな感じで、とりあえず4色作ってみました。ではこの後、この素材帳に収納していきます。はい、カラーペーパー。今回はクラフトのカラーペーパーを使います。はい、ちょっと前回何かにしようと思って折り目がついてしまってるんですけれども、あまり気にせず使っていきたいと思います。この表紙の高さに合わせてカットしていきます。少し小さい方がいいかもしれないので、この2ミリぐらい小さめに取ろうかなと思います。はい。皆さんもね、ご自身のサイズに合わせてお作りになるといいと思います。まずはこの高さを合わせますね。切りのいい 16.5 センチに今回はしてみたいと思います。16.5。はい。ではカットします。まずちょっとね、高さを合わせてカットしてみますね。こういう感じですね。はい。で、今回、これをね、お作りする予定ではなかったんですけれども、一応ここに、5ミリ、4ミリぐらいの、隙間が空いていますので、この4ミリのところに、この紙をつけてしまおうと思いますので、一応4ミリぐらい、ちょっと本当に細いんですけど、4ミリぐらいのところを折り線をね、つけます。このように折ってください。で、これを後で、取れないようにがっちりとつけていきますね。で、それとともにここを、折り曲げていきます。表紙からはみ出さないように自分の表紙に合わせて折ってください。一応サイズをお伝えしておきますね。ちょっと一旦折りますね。12.2 センチ。12.2 センチ。はい。この下のサイズが 12.7 センチになってますね。12.7 センチ。ここが 12.7 センチのところで私は折りました。はい。では、ここに貼り付けていきます。まず、
今回はしっかりつけたいので、手芸用ボンドを使います。はい、このようにつきました。そして、このちょうどね、空いているところにめがけて貼ります。そして、上と下も、まあ、同じぐらいの隙間になるように、まっすぐ合わせて貼っていきます。こういう感じですね。こういう感じでページが増えました。はい。で、もしこの、ポケットをたくさん収納したい場合は、この紙をですね、さらに伸ばすと、さらに収納が増えていきますね。で、パタパタということでやってみましょうか。パタパタ方式でやってみたいと思います。16.5、16.5、ちょっとオン。はい。はい。この帯はまたスタンプを押すんじゃないかしら。また後でスタンプを押そうかな。はい。で、ここに追加していきます。先にちょっと折り目をつけておきましょうかね。5ミリほどのはい。では、結合していきますね。この折り目に合わせて貼っていきます。はい、こうなりました。そして、こう折って、さらに折ります。はい、こうすると、ページが、どんどん増えていく感じですけれども、とりあえず今回はこの長さでいいかなと思います。はい。では、こちらを、ポケットをつけていきますが、ポケットは、できれば中身が見えた方がいいので、トレーシングペーパーを使おうと思います。はい。トレーシングペーパーは、いろんなタイプのトレーシングペーパーを入れてるんですけれども、この昔からある厚口トレーシングペーパー、セリアさんに売っているものですね。これを使おうかなと思います。今たまたまありましたので、もうこのまま、ここに、こういう風に入るかな。これ2つこう入る感じかな。はい。じゃあこの幅に合わせてですね、この幅に合わせてカットしていきます。で、この時に4ミリぐらいののりしろを取って、はい。で、横もページに合わせて、この幅をね、決めていってください。はい。ここものりしろが必要なので、4ミリぐらいのところでカットします。はい。あと、底ですね。底部分も一回広げて、底部分も、だいたい4ミリぐらい
内側に折ります。こうなります。では、まずこの底部分を折り上げて、それから両サイドを折ります。で、この部分に少し糊りをつけて、ここですね。貼り合わせておきます。はい。で、この部分に両面テープか、もしくは、手芸ボンドでつけていきます。私は手芸ボンドでつけていきますね。ここもつけすぎ注意って感じなんですけど、はい。では、このようにポケットをつけていきます。一つつきました。そして、このように収納できるようになります。ここはもちろん折り紙とか、クラフト紙で作っても全然いいんですけど、クラフト紙だとこうやって中身が見えなくなっちゃうので、私は今回はこのトレーシングペーパーで作ってみました。はい。はい。では、こんな風に。実際にはですね、これは長くなるんですけれども、まだちょっと入れるものがないので、今回はこういう風に折りたたんで、はい。中にページが隠れているような状態で使っていこうかなと思います。はい。では、パタパタ折りのページもこれで終わりましたので、この後、表紙と、あと背表紙の方ですね、仕上げていこうと思います。背表紙から処理していこうと思います。背表紙が今、ホチキスのこの芯が出てしまっている状態なんで、ここをちょっと補強していこうと思いますね。で、まず、この部分にセロハンテープを貼ります。はい。このようにセロテープを貼っています。でその後に、この背表紙の部分に折り紙の切れ端を入れているところがあるんですけれども、これの、これぐらいの幅かな。ここがだいたい1センチなので、1センチ以上。ちょっとセロハンテープが出てしまったので、1センチ以上。これかな。これにしましょうか。ちょっとね、15センチの折り紙なので、上と下が、貼れないんですけど、もう今日はこれでいいかなと思います。切れ端もね、処理したい。早くなくしたいんで。はい。じゃあ、これをね、貼っていっちゃおうと思います。両面テープとボンドを併用していこうと思います。折り紙の貼る箇所に、ちょっと鉛筆で印をつけておいて、1センチ幅の両面テープをつけていきます。先ほどの鉛筆のところから鉛筆の印まで、印をはみ出すと粘着がはみ出しちゃうので、ちょうど印のところまで貼って
折り紙を貼り付けていきます。で、その前にこの角をね、取っておきますね。今回は S サイズにしようかな。S サイズにしますね。やっぱり角がこうとんがってますと、角が尖っていると剥がれやすいので、丸めておきますね。少しでも丸めておきます。はい。では両面テープのところに貼っていきます。で、ちょうど真ん中に来るあたりで上から押さえて貼っていきます。はい、こうなります。で、この糊が両面テープがついていない部分を木工用ボンド、手芸ボンドで貼っていきます。ここはファイルが動く場所なので、木工用ボンドの方がしっかりつくかなと思います。はい。では、こんな感じでしばらく乾かします。もし腫れてない箇所があれば、追加で木工用ボンドを入れて貼っていってください。はい。では、この後チャームをつけていきます。T ピンセット、ダイソーです。ビーズビッグリボン、2個入りです。ダイソーです。キーホルダーパーツ、回転軸付きカラー。はい、こちらもダイソーです。クラフトビーズ。6.5 センチぐらいあるのかな。こっちは 4.5 センチと 6.5 センチぐらいありますね。はい。私どうしてもこのリボンがつけたくてどうしてもリボンがつけたくて買ったんですよ。結構邪魔っぽいけど。はい。そして、キーホルダーパーツ。こちらもいろんな色がありますね。モノトーン好きの方は黒とか白とかもお見かけしたんですけれど、ちょっと私はパステルカラーにしてみました。はい。で、こちらの、クラフトビーズも、前回のね、余りなんですけれども、こちらも使っていこうと思います。で、このリボンは穴が大きいので、この T ピンは抜けてしまいますから、こういう小さな穴のビーズを通してからリボンに通すといいと思います。いいと思いますが、ここ少し見えちゃいますので、もうちょっとちっちゃいのを用意しますね。ちっちゃいビーズあんまりないですね。これオレンジ、この水色を入れてみましょうか。黄色入れて、水色入れて、こうしましょう。じゃあ、ここを折って丸めます。はい。できました。で、
では一回つけてみますね。はい。ちょっと手でね、やっちゃいましたけど。ミニカラビナキーフック。丸型カラフル。こちらはセリアさんです。こっちの色にしますね。こっちのブルーにします。はい。では、ハトメをつけましたので、こちらに、カラビナをつけます。はい。そして、キーホルダーをパチンと入れます。こんな感じです。結構長いです。では最後に、見出しをつけたいと思います。前回作ったシール素材帳も使っています。フレームのところで、この表紙にね、こういう感じでつけようと思ってるんですけれども、はい、では貼ります。はい、できました。こんな感じです。